こんにちは。風船の種です。今日は花の作り方をご紹介します。ループツイストを使った基本的な花の作り方になります。ペンシルバルーン2本とハサミを用意してください。1本は花びら、1本は花の中心部分に使います。まず花びら用の風船に空気を入れていきます。だいたい60センチくらいを目安に空気を入れてください。花びらの枚数は自由ですが、今回は6枚の花びらの花を作っていこうと思います。まず1つ目のループツイストをひねっていきますが、ループツイストをひねる前にその都度風船を揉んで空気の圧を弱くして柔らかくしてからループツイストを作るようにします。小さめのループツイストを作っていきます。このようにまず折り曲げて、この折り曲げた幅がだいたい6センチぐらいになるのを目安にしてください。6センチぐらいのところで折り曲げられたら、そこでひねります。そしてこの結び目と今ひねったところをしっかり寄せるようにしてひねってください。3回か4回ひねっておきます。ひねってループツイストができたら、この口巻きのところをループツイストの中に手前から向こうに向けて通します。手前から向こうに向けて口巻きを通すことで、このループツイストの形がしっかりとロックされます。同じ大きさのループツイストをあと5個作っていきます。まずしっかりと揉んで風船を柔らかくして、先ほどと同じようにだいたい6センチくらいの長さのところで折り曲げます。全部のループツイストの大きさをきちんと揃えることで綺麗な花に仕上がるので、ループツイストの大きさをぴったり揃えるように意識していってください。大きさを揃えたらひねって、2つのひねったところを合わせるようにねじります。2つのループツイストができました。同じように続けてループツイストを作ってください。しっかり揉んで折り曲げて大きさを揃えてひねって両側のひねり目を合わせるようにねじります。風船を揉んで柔らかくして折り曲げて大きさを揃えてひねってねじります。ループツイストの数が増えてくると、中心のところでひねるのがだんだんやりにくくなってくると思いますが、ループツイストがいくつ増えてもひねり方は同じです。揉んだら折り曲げて大きさを揃えて、中心でしっかりとひねり目を合わせてねじってください。
れで全部で6個のループツイストができました。6個ひねれたら、先端の空気の入っていないところにハサミを入れて残りの空気を抜きます。空気が入っているところにハサミが当たると割れてしまうので、空気の入っていないところにハサミを入れて、このように空気を抜いたら、この空気を抜いたところを中心に何回か絡めておきます。中心のひねり目を寄せるようなイメージで、何回かぐるぐるとしっかり巻きつけてください。次はループツイストの位置を整えます。横にきちんと並ぶように位置を調整します。この余っている部分は見えないように花びらの間に挟んでおいてください。これで花びらの完成です。次は花の中心部分を作ります。ほんの少しだけ空気を入れていきます。風船をポンプに挟んだら、ほんの少しだけ空気を入れてください。このようにたくさん入ったら、押さえている指を緩めながら空気を抜いて、小さい丸い形のバブルにします。丸い形になったら結んでください。そして両側のバルーンを固結びします。左右のバルーンを寄せながら、このように固結びをしていってください。これで花の中心部分の出来上がりです。花びらに取り付けます。花の中心に当てたら、口巻きの方を花びらの間に通すようにして絡めます。一回裏側まで行ったら、もう一度往復して絡めておきます。長い方も花びらの間を通して裏側に持っていきます。今回はこの長く残っているバルーンを残してブレスレット状に仕上げていきます。腕の大きさを確認したら、残りの風船をまた花びらの間に通して、もう一度裏側に戻して固定します。この余り部分は先ほどと同じように花びらの間に見えないように挟んでおきます。最後にもう一度全体的に花びらがきれいに並ぶように形を整えてください。はい、これでループツイストを使った花の出来上がりです。
今は6枚の花びらで作りましたが、バルーンアートを始めたばかりで6枚の花びらを作るのが大変な場合には、このように5枚花びらでも十分可愛いですし、ひねるのに慣れてたくさんの花びらを作れる場合には、このように7枚花びらにするとさらにボリュームのある豪華な花に仕上がります。花びらの枚数はお好みでひねってみてください。そして今回はループツイストを6センチの長さを目安にひねりましたが、5センチぐらいの長さでさらに小さいループツイストで作ると、このようにコロンとした丸い可愛らしい形の花に仕上がります。ぜひ花びらの大きさもお好みで調整してみてください。いろいろな色のバルーンで作るととても華やかです。ループツイストさえひねることができれば簡単に作ることができるこの可愛らしい花、ぜひたくさん作ってみてください。そして別の動画ではロックツイストを使った花の作り方もご紹介しています。よかったらそちらの動画もぜひ参考にしてみてください。